だいぶね、ソーラーパネルの表面が汚れているので、掃除道具持ってきたので、軽くね、洗って、変化があるのかね、見ていきたいなと思います。はい、今日はですね、動物を貼りたいと思います。で、今やったことはですね、手が届く範囲なんですけど、柱が入っているところをですね、ここら辺かなっていうようなところをマーキングしています。で、この、マーキングした線に従ってですね、これから銅縁を、貼りたいと思うんですが、この銅縁というのはガルバリのですね、壁材を貼るために必要な材ですね。貼っていくのを見ていけば、とわかると思います。はい、この今打ったのがですね、銅縁とね、いうもので、ガルバリの壁材をですね、今回縦に貼るんですよね。縦に貼るので、この銅縁は横方向です。で、この銅縁はですね、加工時見てもらっている人はわかると思うんですが、はい、ここにですね、溝が掘ってあります。この溝はですね、空気穴ですね。ガルバリを貼っても、この、なんていうのかな、この壁の下に空気穴があるので、下から風が上がっていくといった穴ですね。ちょっと穴の数少ないかもしれないんですが、これが、どのくらいかな。30センチもないな、25センチピッチぐらいかな。こう、全部あります。で、下を見ると、この穴はずっと同じ位置に、同じライン上にですね、穴が全部あって、下から上にまっすぐ空気が上がっていけるような、計算をして開けた穴です。どうしよう。はい、こんにちは。いよいよですね、壁張りなんですけども、屋根だったらね、傘釘を使うんですが、壁面なんでね、屋根に比べたら、そんなこう雨が、上に溜まるなんてこともないと思うので、安全を考えてコースレットを使うことにしました。はい。で、一応もう銅縁がね、打つ場所ずっとライン上に貼ってあるので、うまくいくはずなんですけどね。
で、この窓をつけたことによってガルバリを、なんかこう切ったりしなくちゃいけない場面が出てくると思うので、そういったところ頑張りながら、で、高所今日は本当に怖いんで、慎重にやっていきたいと思います。なので、あまり取れないかもしれませんが、こんな感じですね。下で説明すると、この動物に合わせて、打っていくだけという感じですね。特に、シリコンなんかもね、使ってないですね。傘切りでもないし。で、一番下は、水平で今、ガルバリの壁を貼るときだけ、下に1枚木をつけてますね。水平に貼ってあるので、この上に乗せれば、このガルバリも水平に貼れるといった計算で、1本、今、貼っています。で、またこれ外して、こっちにずらしながらね、やっていきたいなと思っています。そんな感じですね。いよいよですね。あとそう。いろいろね、考えたんですよね。値段的には、杉板をこう貼っていくのも、ガルバリ貼っていくのも値段はそんなに変わらないんですよね。で、どっちがいいかなと思ったんですが、やっぱりメンテナンスで考えてね、このガルバリの、屋根材、壁材っていうのは本当に、コスパの高い素晴らしい素材だと思うので、見た目よりもね、耐久性ということでガルバリにしました。だいたい1枚ね、1700円とか1600円とか、そのくらいなんで、ノジ板をね、5枚続りのノジ板を買うのとあんま変わんないんで、はい、この1枚目、2枚目が重なったところ、まとめて打ちますが、普通にこうするとそのまま打とうとするとちょっと硬くていけないので、やっぱり下穴をね、開ける必要がありました。だからこれを上でやるのは怖いので、ちょっと計算してね、下の方で下穴開けていけたらいいなとは思ってるんですが、どうでしょうか。使っているのはスリムビスですね。50ミリかな。打つところはこの膨らんだところに打ちたいので、ちょっと長めのビスをね、用意しましたね。はい。こんな感じで打っていきますね。はい。これ、使いました。これ末端処理ですね。これつけてる方が、すごい、かっこいいんじゃないかなと思って、ちょっとこだわりましたね。この小屋に使わしくないかもしれない。はい。こんな感じに、ね、なるんですよ。どうですかね。やっぱこれあった方がいいかなと思うので、ちょっとね、つけてみましたね。こんなのね。はい。あと縦方向にもまた同じようなね、つけようかなと思っています。よし。はい、大変なことが起きてしまいました。もともとあったこの材ですね。7枚あるんですけど、で、全部で12枚かな必要だったんですよ。なんで5枚買ってきたんですよね、新しいの。で、現在5枚を全部貼ったんですけど、この通りですね、5枚分貼りました。で、残り7枚は古いやつだなと思って今持ってきたんですけど、この通りですね、横幅の長さは一緒なんですが、この出っ張りの位置、規格がね、違うんですよね、こんなに。で、無理やりできるかなといろいろ考えたんですけど、どうしても上下で重なりもあるので、結構ショックなんですけども、また、あと7枚ですね、買ってこないとダメですね。
やっちゃいました。これはね、やっちゃいましたね。はい。ガルバリ、大きさに合わせて、カットしていきたいんですが、いや、多分ね、今35度ぐらいありますね。本当に暑いです。で、横はちょっとね、無理なんですが、縦でやれば、おそらくハサミでいけるので、グラインダーはね、熱くて、切った面も汚いんでね、できる限り切れるところはハサミで、切れますね。こう切っていきたいなと思います。ここうまいことありましたね。綺麗にありました。よかった。よし。よし。できた。はい。大体ね、できましたね。であとは、土の処理っていうところですかね。一番下もそうだし、両サイドも、貼った方がいいのかなっていうところなんですが、ちょっとね、しばらく様子見ようかなと思います。で一番下のところも、ね、一つ、なんていうんですかね、L ジャングルみたいなのを打てば、もうちょっとね、見栄えも良くなるとは思うんですが、やるかやらないかで今考え中ですね。もうヘタヘタですね。あんまり考えたくない感じです。どうでしょうか。なんか、ちょっとね、コースネットの穴が若干気になりますが、まず安くできたんじゃないかなと思います。1枚ですね、1880円のアルバルを、12枚かな、使いましたね。そんな感じですかね。だいたい4万5000円ぐらいじゃないでしょうか。全部でね。糖質、防水シートとか、そういうのも全部足したら、水切りとかね、4万5000円ぐらいだったんじゃないかなと思います。はい。
はい、こんにちは、プレゼントをいただきました。本当にありがとうございました。早速ですね、開封させていただきます。はい、こんなにもね、たくさん送っていただきました。本当にありがとうございました。はい、このね、モンプチ、12個入りが2つですね。そして、ナチュラルバランス。で、可溶性繊維。これはね、トラちゃん用にいつも、ね、買っていたんですが、最近ですね、ちょっとおかしいなという時があったので、サバタもね、ちょっとあげてますね、最近ね。そして、フィーラインナチュラル。このおやつがね、とても喜びますね。そしてですね、大好きなモンプチのこのペースト状のものですね、テリーヌシャテ。これもね、大好きですね。本当にありがとうございます。そして、毎日のパウチですね。カルカンの、こちらをですね、いつも与えています。3匹の猫たちのために送っていただきました。そしてなんとですね、ギフト券までね、送っていただいております。本当にありがとうございます。で、メッセージをいただきましたので、読まさせていただきますね。おくれに様、ぽっくん様ということで、以前もね、いただいておりますよね。ありがとうございます。非常に、なんか記憶に残りやすい名前だったので覚えていますね。かつてもいただいたことがあったと思います。大雨や暑さで過ごしにくい季節ですが、猫ちゃんたちとお元気にお過ごしください。ぽっくんとあります。本当にですね、こんなにもたくさん本当にありがとうございました。はい、サバタはね、もう下から出てこなかったですね。寝ちゃってますね、暑くて。あ、サバタも来た。はい。ぽっくんさん、ありがとうございました。あ、すごいすごい、サバタも来ました。おい、サバちゃん偉いじゃん、来たの。ね、挨拶しようね。あら、力抜いて。ぽっくんさん、プレゼント、ありがとうございました。よしよし。はい、本当にね、プレゼント、こんなにたくさんありがとうございました。持って、はい、おはよう。